皆様こんばんは。本日はグランゼーロの集いをご視聴いただき誠にありがとうございます。本日司会進行を担当させていただいております人事部の堂庭と申します。よろしくお願いします。開発の九条です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと初っ端からその動揺を隠せないんでどうされました？いや、ワイプの大きさを測ってるんですけど小さいですか？安定の小ささ。安定の小ささ、ありがとうございます。あれですね、これはワイプが小さいのはやっぱ僕らの努力というか実力不足ですね。いつかワイプが大きくなるような実力をつけたいと思ってます、はい、前回よりちっちゃくなってない？ちっちゃいんですか？前回比はどんな感じですか？少し大きくなってる。大きくなってる、これですか？わずかばかり大きくなっているようです。ちょっと前回比少し 110% ぐらいらしいですよじゃああれなんですね、半画面ぐらいにしようと思ったらすっごいかかるんですよね。4年ぐらいかかる感じですはい、すいません、はい、の話をしてる場合じゃないですね。はい、で今日ですがグランゼーラの集いということで、お集まりいただいておりますが、年の瀬ということでグランゼーラのその2020年がどんな年だったか、この1年間を振り返っていきたいと思っております。はい、振り返っていくのもいいんですけど、この集いっていうのは1回2回じゃないですね。毎月やるんですか？しかも人事部が、そうですね、結構皆さんから応援のお声もいただいておりまして、ちょっと人事がやるかというところは、特に反対のご意見もなかったので、引き続き人事の方で担当させていただこうかなと思っております。いや、反対で2021年の計画の人事部の計画になんか、そうですね、ちょっとまた来月出すときに、そうですね、そうなんや、備品とかかかれば予算計上しようかなって感じですね。はい、わかりました人事部ということで、そういう緊張感でやっていきますはい、で本日ですが、じゃあどうやってこの1年振り返っていくかと申し上げますと、毎年年末に、グランゼーラのウェブコンテンツずっこけ革命戦士たちの奮闘日誌というウェブサイトでですね、重大ニュースというものを公開させていただいておりまして、重大ニュースって毎年やってますねやってますね。でも 10とかでじゃない、いつも13個とか14個とか昨年は確か10プラス4大ニュースでしたね。そうですね、なんか絞りが甘いって感じです、これを見ながら、今年を振り返る、その予定とかその形でいこうかなと思っております。で皆さんからいただいた、事前にメールとかツイッターで送っていただいた質問についても、その流れの中、1年を振り返っていく流れの中で取り上げさせていただきたいなと思っております。じゃあこれ重大ニュース見ながら質問を読んでもらって答えるという形ですか？そんな感じになっていきます。すごいですね、よく分かってないのがそうですよねで今年もその重大ニュースと言いながらも、実は14個あるということで、時間の限りもありますので、さすがにちょっと14個全部を詳しく取り上げていくってわけにはいかないので、ご質問を皆さんからいただいているものを中心に取り上げさせていきたいなと。これはもう公開されてるんですよね。そうですそうです。なので、細かいところは見ていただいて、なんかカンペが出てますけど、そうですね、今今日の放送の概要欄のところにリンク貼ってございますので、もしよろしければこの放送を聞きながら、2窓というかね、別の窓を立ち上げていただいて、重大ニュースの方もご覧いただけるとありがたいなというところです。では早速ですが、グランゼーラの2020年を振り返っていきたいと思います。重大ニュースのページをお願いします。ちょっと僕段取り悪くて悪いんですけど、僕 R タイプファイナル2の報告もしないといけないですよ。開発初報告。大丈夫です。それもこの流れの中で出てまいりますので、あるんですね、場所がね。報告していただく、タイミングがありますので、その時にお願いします。この番組ってあれですね、僕が
R タイプファイナル2の開発報告を怠ってるのの縛りですよね縛りを人事部がやってるのが、月に1回ぐらいは最低でもこう発信していかないとなっていうところは確かにありますね。集いってそういうもんなんですよね。そうですね。はい。わかりました。なのでありますんでよろしくお願いします。はい。で14大ニュース。はい。10大ニュースの、1つ目、革命軍を襲ったコロナ禍の影響ということで、2020年は、皆様ご存知の通り新型コロナウイルス感染症の影響をすごく大きく受けた年でありました。で、私どものようなエンターテインメント企業であってもやっぱり例外ではなくって、4月には在宅勤務でありますとか、社員がちょっと輪番というか交代で出社したりっていうようなことで対応させていただいておりました。ただコロナ禍はね僕らだけじゃないですからね世界中でもみんな食らってるんで、これ取り立てて取り上げることもないかなと思うんですけど、コロナ禍っていう字が僕いつも鍋に見えるんですよねちょっと不謹慎なこれ以上言わんときますけどねはい、これは本当にみんな多かれ少なかれ食らってますからね。ビジネス的になんていうのかな、コロナが追い風になっている産業であってもやっぱり働いてる人たちはやっぱり多かれ少なかれね影響を受けてますんで、本当に早く収まってほしいなと思いますね。はい、はい、では次、2つ目ですが、クイズの神秘に迫れ雑学クイズ大臣を配信開始ということでクイズアプリの配信を開始いたしました。そうですね、これ GZOE と合同でクイズ問題をね日課として作ってますねそうですね、そうですよ。であれです、各スタッフが作るんですけど、プランナーは毎月クイズ、すごいですね。歴史の勉強していた人は歴史の問題を出すし、数学科の人は数学の問題出すしって感じで、それぞれ自分の得意分野で出してますけどねこれ頑張るとそのクイズ大臣になれるというアプリです。はい。なんで大臣止まりなんて思うんです。一応上もあるんかな、大統領とか大銀がクイズ大統領とかになれるんだと思います。宇宙のクイズの神秘というか宇宙の神秘に迫れるっていうアプリです。はい、こちら無料で遊べますので、もしよろしければぜひダウンロードして遊んでみてください。これは告知ですよね。でも完全に振り返って振り返りながら、では3つ目ですが、領土を広げる絶対絶命都市4プラスということで、プレイステーション4、任天堂スイッチで発売中の絶対絶命都市4プラスサマーメモリーズの PC 版が今年の4月に発売になりました。なんかちょっとびっくりしたんです。領土を広げる絶対絶命都市4プラスって、そんなゲームになったんやと思って、領土拡大シミュレーションみたいに、これは要するに PC 版が出たよと、去年はスイッチ版が出て、っていうことですよね。そうですね。はい。Steam、GOG、DMM ゲームス、そしてエピックゲームストア。そうですね。はい。エピックさんは今セールですかね。そうですね。発売が始まったばっかりで、セールをしてます。はい。他にも任天堂 e ショップも今ウィンターセール中と、あとプレイステーション版は先月から価格をそうですね、書いてありましたね。はい。ということで、遊びやすくなってますのでぜひということですね。はい。これも告知ですね。はい、告知ばかりではなくてですね、皆さんのご質問も取り上げていきたいと思いますが、この絶対絶命都市4についてご質問いただいておりますのでご紹介させていただきます。質問。そうです。富田かなえをはじめとする後日談に未登場のキャラクターのその後について次回作や設定資料集などで明かす予定はありますか。せめて、存命しているかどうかだけでもお答えいただけますか、とのことです。これは鋭いですね。富田かなえと後日談を絡めますこれはちょっと痛いところ。まだ発売した直後のエピックゲームストアもあったりするんで、あんまりネタバレになってもよくないんですけど、そうですね。はい。
そうですよね。富田かなえをはじめ、ちょっとまあ言い訳をしますと富田かなえは出る予定でした。はい。後日談にね。だから当然ですよ。そんだけ存在感あるんで出ないのがおかしいので、それは僕も思ってたんですよ。思えてて作ってたんですけど、途中からちょっと出しにくいなって思い始めて、はい。正直途中から忘れてましたではい、最後のシーン作ってる時に言われまして、出てませんよと、はい、どうするんですかと。で最後、やってくれた方は分かるかもしれないですけど、主人公の最後の選択肢にちょこっと入れました。確かにちょっと取ってつけたように入ってましたね。はい。で他にもね、確かに出る予定で出てない人とかいるんですよ、はい、準備しててもね、ちょっと出るとなんか話がぼやけるかなと思ってやめたんですけど、確かに後日談の後日談みたいなのを出す予定も今ないですから、何かしらね、その安否っていうので言えば、ゲームのテーマ上ね、そういうのを気にしてくださるのはすごくなんかありがたいので、はい、登場人物のその後が分かるようななんかコンテンツを出していきますよ。白洋様はウェブになるかなと思いますけど、出していきますちょっとネタバレにならないようにね、気をつけますけど、はい、ちゃんと白洋様ファンの方もいらっしゃいますね。白洋様ファンの方も白洋様はね本当にね準備してましたよやっぱ白洋さん、そうですよね、羊の会は人気があると思うんですよね。そうですね。あれでもね、絶対絶命都市法でなんか僕結構言われるんですよ。震災なのにちょっとおちゃらけ要素多いですよねって言って、はい、でその白き羊の会って特にって言われるんですけど、はい、あれね逆ですよ。ああいうのが本当に災害にあるんですよ、デマとか、心が弱っている時につけ込むような話が出てくるんで、皆さん絶対気をつけてほしいなと思います。はい、はい、お気をつけくださいということで、はい、では4つ目、比嘉先生の話も出てます。いらんこと言いそうやな、比嘉先生の話通り過ぎちゃう。はい、では4つ目ですが、今年の採用活動と新入社員のエピソードということで、はい、今年やはり新型コロナウイルス感染症の影響もありまして、実は会社説明会、この YouTube でライブ配信をさせていただきました。来ましたね。ここでこの座組でやりましたね、会社説明会、オンラインで。そうなんです。このグランゼラという会社が立ち上がって以来初めてのこのライブ配信、 YouTube でのライブ配信というのが実は会社説明会だったということですね。で私がいらんこと言ったせいでアーカイブが残らなかったということになってますよね。僕結構みんなに責められましたよあれアーカイブ残らないんですかって言ったら、なんか九条の発言があって、残らなかったわけではないんですけど、ちょっと公開はできないという形ですね。残してない、なんか開けれなくなったらしいですよあれ何を言ったんやったかな、それまずかったんですか。今言ったらここでまたこの今日の配信のアーカイブが残らなくなっちゃうので、なんかね終わった後でね審査が入るんです。で×ある人が×って言うとなくなるらしいですよ。だから今回も今しか聞けないかもしれないです。このあと僕がなんか問題発言、もうすでにここまででやってたらもうどうしようもないですけどあるとこう×が出るんですよね。そういう仕組みなんですね、これね。はい、気をつけてまいりましょう。はい、では5つ目ですが、なんかでもみんな書いてくれてるの面白いや。いいっすね。はい、目指せオールホールインワンサイドビューゴルフ公開ということで、ウェブで遊べるサイドビューのゴルフゲームが公開になりましたこれはそうですね、4月に公開しました。インターンに来てくれてた学生と一緒に作った、ゲームなんですけど、グラフィックとかは社内でのメンバーでやってるんですけど、ゴルフって結構なんていうの、広がりのあるところでどういうコース取りで
ボールを打つかっていうスポーツだと思うんですけど、それをあえてこうサイドビューね、サイドビューといえばグランゼーラでしょということでちょっと無理やりかもしれないです。横から見たもう高低差だけのゴルフゲームっていうのを作ってみました。で100ホールまではね、私直接自分でこう設計したんですけど、はい、ちょっと難しすぎるかもしれないですね。101ホール目からは面白いです、なんで100ホールまでちょっと頑張ってもらって、そうなんです。途中飛ばすことができないので、基本的に101ホール目から楽1しんでいただきたいな、やっていく必これは要があるので、本当無料で遊べる、ウェブサイトのゲームなんでぜひやってください。はい、そうなんです。このゲームはですね、名古屋の方にインターンに来てくださった学生さんと一緒に、作ったゲームになりまして、もしね本日ご視聴の皆様の中にもインターンにご興味おありの方がいらっしゃいましたら、ぜひご応募の方よろしくお願いいたします。これゴルフのゲームの話ですよね。なんで人事の話に誘導してるんですか。インターン募集の話じゃないですよこれ。せっかくの機会ですので、今ちょうどその冬のインターンシップっていうのの受付をさせていただいているところですので、ぜひよろしくお願いします。いやいや、ゴルフゲームをよろしくお願いしますゴルフゲームもよろしくお願いします。恐ろしい人事部。はい。で次が6番目がちょっと取り過ぎちゃった。はい初、無観客開催第9回娯楽のグランゼーラ杯ということで、毎年春恒例のイベントが、今年も開催されました。そうですね。春競馬といえば、天皇賞かグランゼーラ杯かって言われてるぐらいの、もはやビッグレースですよ。サラ系 C 級ですけどいつもはねあそこゴール前の写真を貼るんですけど、今回、無観客ということでそうですね、残念ながら初って何って感じですけどね。初も何も来年はやれるやろうと思ってるんで、いやわからないですからね、どうなるか。でもねこれね考えてみるとね、会社作って翌年からやってるから9年ですよ。そうですね、すごいですね、こんな持ちこたえてる会社すごいな持ちこたえてこんな脆弱な会社が、って思ったりもしますけど、ね、グランゼーラ杯すごいな、続いてるのすごいですね。新聞に載ったら面白いですねこれそうですね、はい、では続きまして7つ目ですが、グランゼーラミュージック活動報告2020ということで、今年は盛りだくさんだったよということですね。でグランゼーラミュージックというのはグランゼーラの音楽レーベルになります。で今年は大きく3つほどありまして、飯田舞さん初のライブブルーレイが発売になりましたよということと、新アーティストとして、門波飛鳥さんという方が参戦してくださいました、ということと、最後ですね、配信楽曲のクロスフェードでも公開させていただきました。そうですね、結構曲が聴けるように動画作ってますね。グランゼーラミュージック、ですごく盛りだくさんですね。で飯田さんの、ライブブルーレイについてなんですけれども、グランゼーラミュージックの担当者から少し告知をさせてほしいと言われておりまして、マイクちょっとお渡ししたいと思います。なるほど、告知があるんですね。またあいつが滑舌野郎がはい、というわけで放送中に失礼いたします。グランゼーラミュージック担当係です。前回違う担当やってるとかな前回は購買部と販売企画部でグランゼーラミュージック担当、というわけで先日より iTunes より配信開始されている飯田舞さんのライブ映像には、絶対絶命都市シリーズや競泳都市でも使用された楽曲も収録されております。全22曲2時間以上の盛りだくさんの内容となっておりますので、ぜひご覧ください。購入はちょっとなぁとお悩みの方もレンタルでの配信も行っておりますので、ぜひぜひ一度 iTunes ストアにて見ていただければ幸いです。ありがとうございます。何この滑舌と爽やかさは、そして声がでかい、会社のカラーに合ってないんじゃないかなと思いますけど、今飯田さんの、コメントがご本人様でしょうかね。ありがとうございます。このブルーレイはいいですよ。いいですよじゃなくてライブがいいです。
ですね。はい。で一部楽曲については YouTube でもちょっと公開をさせていただいておりますので、ぜひご覧いただければと思います。今あれですかね、流せたりするんですか、飯田さんの歌。はい、いけそうですね。はい。おお、はい、ぜひ。この曲聴いてください。またね。大丈夫だよあなたは、私がいなくても。私も泣かないから心配しないで。気づかないふりしてたその瞳の奥にある寂しそうな笑顔と名前を呼ぶ声。そばにいたい、そんなこと言えなくて。そばにいてよ、ずっと思ってた。あなたと何十年何百年先でもまた出会えると信じて手を振るよ。はい。ということで皆こん様、だけしか聞けないです。ちょっとだけですけど、はい。よろしければレンタルご購入のほどよろしくお願いしやっます。ぱりいいですね。そうですね、改めて本当にいい曲ですね。私もすごく好き飯田ですね。舞さん、いいな、いいですね。しかもこれは虚栄都市のそうですね、エンディング。エンディング曲、はい。ね、私は言われましたけんど、ストーリーの終わりを作ってなかったから、クレジットで作ってなかったんです。終わらせたんじゃないのって言われたんですけど、そう言われてしまったっていう話ですね。でもそれいは違うことはここで言っときたい、こう最初の設計通りです。予定通りだということ僕ですね。はい、ゲ構想ーム通りだとが。作り始めた時から終わり方はクレジット中に入れながら飯田舞さんの歌が流れるの中でこう語られていくそういう設計ですよ。もうこの歌が欠かせないです。いいですね、やっぱりね。ぜひ、はい。さっきの滑舌良すぎて頭に入ってないんですけど、そうですね、私もあんまり入ってないです。 iTunes ではい。ブルーレイ買わなくても聴けるレンタルできるってことでしたので、はいそうです。滑舌良くてディスられてるのかわいそうやな。はい。はい。では、ちょっとこちらに関連して熱いメールちょっといただいておりまして、ご紹介させていただきたいと思います。はい。九条さん、はじめまして。はじめまして。私はグランゼーラのソフトで数多くの楽曲を提供している飯田舞さんのファンです。私もすごいファンです。はい。アイレムのゲームで飯田さんの曲を聴き、その歌声に魅了されるとともに、その曲がきっかけとなってより深くゲームの世界に引き込まれたことを思い出します。そして飯田舞さんのライブにも行くようになり、生の歌声の素晴らしさに感動して、本当に毎日が輝いているようでした。ところが例のコロナの影響で2月を最後に飯田さんのライブが開催されなくなってしまいました。先日のグランゼーラの配信で、先月のですかね、ありがとうございます。6月のバースデーライブでは R タイプファイナル2で使われている曲を披露する予定だったことを知り、より悔しさが募ってなりません。この状況ではライブを行うことは難しいと思いますが、例えばこの番組内で飯田舞さんをゲストに呼んで歌を歌っていただくことはできないでしょうか。できればまるっと飯田舞さんのライブで番組を組んで配信していただけないでしょうか、ということですね。まるっとはいいんですけど、ここは無理ですよ。ここモーションキャプチャーする部屋でこんなとこ、とても飯田さんに来ていただけないじゃないですか。さすがに。そうなんです。とっても素敵なお話なんですけれども、
実はご覧の皆様にはちょっと分かりづらいと思うんですが、この今私どもが配信をしている部屋っていうのは普段ゲーム内のモーションを撮影するお部屋で、配信の日に私たち曲がりをしている状態なんですね。ここに飯田さん来てくれると飯田さんのモーションをキャプチャーすることになってしまうということですね。できると思いますけども、はい、ここでもし飯田さんに歌っていただいたとしても、その素晴らしい歌を良い形でお伝えすることはちょっとこの環境ではできないですね。ので私たちがはい茅ヶ崎に行きましょう。そうですね、その方がまだいいかなと思いますね。はい、これはじゃあ、飯田さんと飯田さんの事務所の社長さんに、もし今ご覧いただいてたらはい、ちょっとご検討いただけると行きますんで、どこへでも、はい、そうですね。ぜひとも。この配信がこの後ちょっと続いていく中でちょっと実現できたらいいなと。ご本人が一番こうね、やっぱり演奏できなくて、そうですね、歌うのがね、好きな方なんで、落ち込んでおられるかもしれないんで、ぜひとも歌っていただく場が作れるといいですね。はい、はい、そうですね。実現できたらなとは思いますね。はい、じゃあ、交渉します。はい、はい、では、続きまして8つ目なんですが、ホトトギスタイランが悲願の天下統一を果たすということで、配信中の戦国カードゲームホトトギスタイランの大型アップデートを行いました。はい、天下統一っていうのは要するに小田原を、攻めるというイベントが行われて、豊臣秀吉としては天下を統一したということなんですよね。でこの後関ヶ原はもう決まってるんですよね。はい、決まってるらしいんですけど、私その後ね、だから大阪の陣とか、いやもっと言えば田沼意次の政治とか享保の改革とか天明の飢饉とか、黒船襲来とかやってじゃあどうって聞いたんですけど、松尾プロデューサーのそのホトトギスの、いやそれもう戦国時代じゃないじゃないですかって話になってましたけど、でもそうですよね、これ続いてほしいですよね。そのカードが見てみたい。確かにそうですね。松平定信とか渋いところに孝明天皇とかのカードが出てくるんですかね。はいはい、ホトトギス大乱なんですが、今日からでしたかね、イベント今夜から始まるそうで、金河新年牛、はいめっちゃ確認してますが、金河新年牛というイベントが今夜から、情報が、始まるそうなので、もしよろしければぜひプレイしてみてください。これ無料で、もちろんです。任天堂スイッチと、iOS と Android、これあれですね、僕ら重大ニュースと言ってもほとんど宣伝ですね。で宣伝じゃなさそうな話は人事部がインターンの募集の告知をするという。みんなもっと違う本当の情報やと思ったらこいつらやたら売り込むなと思ってると思うんですよ。はい、では続きまして9番はですね、ちょっと地元のテレビ番組の方で少し取り上げていただきました。取り上げるんですか。はい、軽くです。すぐ流すんや、しかも。はい。でですね、10番はですね、プレイステーションホーム時代の良きライバルでありましたロクッド社が運営されていらっしゃるアバキンライフというアプリの方でボードリーイベントの提供に協力させていただきましたというところですね。そうですね。はい。ヤグラ作ったりとか、あとグランゼラ温度をそうですね。提供しました。なんで普通の企業が温度を自社で持っているのかはちょっと謎でしたが、社価はないけど温度は持ってるという、はい、ちょっとよくわからないですが、はいで11番が2020年の漫画家ということで、漫画描けるの可能性を最大限に追求した動画でありますエロ漫画描けるを公開いたしました。すごいですね。人事部、スラッとエロ漫画描けるとか言っちゃうんですね。そうですね、仕事ですのでエロ漫画描けるとか普通公の場で人事部言わないと思いますけど、そうですよね。でもこれ漫画描けるのファンの方は全然エロ漫画描けるの動画が公開されても全然嬉しくないと思います。でそれこそ漫画の素材とか新機能とか
そういうのを望んでおられる。セーブデータのセーブできる場所を増やすとか、そうですね、投稿枠を増やすとか、それを望んでおられるのに、はい、悲願とか言って一生懸命エロ漫画×の動画を作って人事部がエロ漫画×公開とか言ってる場合なんですかね。これ自己満足じゃないですか。そうですね、ちょうどそのご質問いただいておりまして、漫画家の新素材まだですかね、もう冬なんですがこのまま来年に突入しそうなんですがということで力強いコメントいただいております。申し訳ないです、突入します早いですね。そうなんですよ。その SF ものとファンタジーのアセット。ファンタジーはでも、画像を上げてなかったですか。あ、はいはいはい、ちょっとすいません、はいはい、もうちょっと下もそうですね。見てないですけど、コスチュームは魔法使い、盗賊、僧侶、剣士とかそういう、ファンタジーの職業コスチュームが着れて、モンスターがついてて、ダンジョンがついてて、で魔法などのエフェクトが入ってるというパックをですね、4年5年がかりで作ってますね。でこれはねまだできてないんですよ。あ、今も作ってるんですけど、パッと見ねできてないん結構です。できてもう一個のそうな感じなん SF のですが、方は、はい某 SF タイトルが遅れた影響で玉突き的に遅れてますけどこっちの方が多分先に言えるかなと思ってるんですけどね。どっちにしても歯切れが悪くて、いつも本当に遅れて申し訳ないですけど、ちょっと来年の突入はもう避けれないですね。はい。で漫画×についてはちょっと他にもご質問いただいておりまして、以前、ユーザーの間で利用できないトラヒゲエディット機能が話題になりました。同様に開発当初は女性の胸の大きさを変えられるという案があったと小耳に挟みました。こちらも実は封印されていたりしませんでしょうかということですね。封印されてますそうだったんですね。トラヒゲエディターっていうのははい、顔にヒゲの絵が描けるっていうか書いてあるのを選べるっていう機能なんですね。なるほど。でそれは封印されてたんですけど、はい、うっかりですねそれを使って、第1話ジェネレーターっていうのがついてるんですけど、その中のキャラクターアンパイアのマスクを外したらトラヒゲになってたんやったかそれで発覚してしまいまして、封印してたのにその封印した機能で作っていることがバレてしまいました。なるほど、はい。で女性の胸とかあと体型もね選べるように、なってるんですよ。ですけどちょっと諸事情で封印してます。なるほど、はい。で封印は、諸事情がなくなれば解消すれば封印を解くかもしれないんですけど、解けるかもしれない。ちょっと今ここでは何とも言えないですね。なるほど。それだけの可能性が漫画×にはあると思っておいてほしいですね。その胸であるとかひげであるとかっていうことに対して非常に私たちも執着しているということですよ。何を言ってるんかわからんけど、はい、なんでちょっとすいませんということですね。はい、そういったところで続きましてちょっとだけ北京に上陸ということで、中国北京で開催されたモーターショーの動画制作に携わらせていただきました。これすごい持ってますね。一見モーターショーに出展したんかと思ったら嘘ですよ。これ出展してないですよ。出展される会社さんのすごい先進的な車のコンセプトの動画をお手伝いしたと。はい。動画もねそうなんですよ。意外と今ねゲームの技術で動画作った方が早くて結構なんていうのかな、ギリギリまで変更が効いたりしますんでっていうことでちょっとお手伝いしたということですね。はい、一見北京に上陸っていうから誰か行ったんかと思います、残念ながらスタッフは現地には赴いておりません。では、13個目ですが、再び立つ R タイプファイナル2ラストスパートということで2019年4月1日という非常に紛らわしいタイミングで発表させていただきました R タイプファイナル2なんですが、今開発のちょうど大詰めを迎えております。なんかこの時点でいくつか気になるんですけど、これ、14個中の14番目じゃないんや。
はい、もう一個ありますのでお楽しみに。これでもうちの会社の今年のこう一番大きな話じゃないですか。もう発売が来年になったことも含めそうですね。はい。ですし、この番組そのものももともとあれですね、9月の公開反省会、やりましたね。お詫びと公開反省会っていうのが始まりですよね。はい、そうですね。あ、14番目じゃないんだ。はい、もう一個ありますのでお楽しみに。はい。はい。まあこれラストスパートっていうか、もう本当にね、ラストですよ。ラストですよって言って、まあ、だから今のゲームはね、完成してからもDLC とかで制作続けるんで、あんまりなんですかね、終わりって感じはないんですけど、そうですね、すっきり今も最終調整とバグチェックをしてますね。であれなんですよ、今日はゲームの中身がちょっと見れる映像、ちょっとシューティング部分じゃないんですけど、ちょっとね見てほしいなと思ってるのがあるんで、出せますかね。はい、お願いします。動画を、これアールズミュージアムっていう、機体を開発する画面なんですけど、こんな感じでできてきてますよというのを、でちょっとカメラの動きがぎこちないのはすごくぎこちないですね。はい、私が開発用のこういうカメラで動かせるんですけど、ちょっと調整不足でですね、カメラの動きがすごいビビッドなんです。まあこんな感じで機体をちょこちょこ作ってます。一部できてないのはね、同じ機体が複数置いてあったりするんですけど、やってますよということでご覧いただきましたですね。R タイプファイナルの時はもうちょっと見下ろしのカメラしかなかったんですけど、今回は、はい、割とアップで見れるので、まあ機体もねたくさん作ってもってちょっとそこもね賛否両論あるんですけど、でもね私はゲームデザイン上やっぱりねプレイヤー機体があるっていうのは家庭用のある程度そのサイドビューの、難しいシューティングゲームにとってはいいことじゃないかなと思っていて、こう攻略できなくて行き詰まってる中で新しい機体ができることで進めれるようになったり、機体によってすごいこのステージにすごく適性がある機体があったりとかっていうふうなことを考えると、そうですね、で何よりこんだけ並んでたら面白そうやな、本当に壮観ですね。結構何回も自分で調整しながら見てしまうんですけど、こんな感じで作ってますね。でこれ来月も番組あるんだったら、次はちゃんとシューティングゲームのシューティングのステージの画面を動画を持ってこようと思ってます。はい、ちょっと今コメントを私でも拾えなかったんですけど、ご質問があったようで、そうですよ、前作のような系統図でしょうか。系統図、これ、上から見ると系統図になってます。でこう作っていくと記録いろんな記録ができたり、記念碑もより立体的になってますし、あと皆さんにすっごい評判ある方のこの機体で3時間プレイみたいなのは今のところは一切ないですね。そういう縛りじゃない縛りにしてます。縛りはあるんかって言われそうですけど、まあそんな感じでまあいろいろ改良しながら作ってはいるんで、今もう調整ですね。機体開発のそういうなんていうのかな、開発のしやすさみたいなのも今調整してます。はい。まあちょっと今回はねゲーム画面ではないんですけど、ここはここで公開してなかったので、2日ほど前に告知の動画でこの写真だけ上げてましたけど、ちょっと動くものを、たださっきも言いました、僕が動画撮ったんですごいぎこちないです、はい。まあ、こんな感じで進めてますということで、ちょっと今月の報告ということにさせていただきたいですね。はい、でこの R タイプファイナル2についてもいくつかご質問いただいておりますので、まず1つ目なんですが、バルムンクの使用ってどうなったんですかということでご質問いただいておりますね。バルムンクミサイル、そうです、はい、バルムンクです。はい、バルムンクミサイル、そうなんですよ。R タイプタクティクスっていうシミュレーションゲームに出てきた、R9B っていう機体のシリーズが撃つミサイルなんですけど、すっごい強力なミサイルを作ってしまいましてっていうか、まあそれ僕ね R タイプタクティクス最初ね作ってた時結構行き詰まってたんですね。いるものを作ってもなんか
面白くならないなと思って、で結構いろいろ思い切った設定に変えたら急にねなんかゲームが良くなった印象があって、はいそのきっかけになったのはこのバルムンクミサイルはいですね。でファイナル2ではこれを入れようっていうことで、以前もねちょっとお話してたんですけど、で作りました。今入ってるんですけど、これがねどうなったんでしょうかっていうご質問ですけど、はい逆に開発に戻るとね、これどうすんのって言われて強すぎるからはい普通のミサイルの操作で出るんですよ、はいミサイルカテゴリーだから、はいはいはいでももともとね強すぎるから波動砲にした方がいいんじゃないと、波動砲のそれぐらい強いと、はいカテゴリーに入れた方がいいんじゃないっていう話もあったんですけど、一旦今ミサイルに入れて、で、今最終調整してるんですけど、弱くしたらバルムンクじゃなくなるし、そうですね、はいこのままやとねレーザーより強いんで、っていうのもあるんで、ちょっとバルムンクの使用について募集しますここでそうなんですよ、バリア波動砲との関連で、バリア波動砲が弱いっていうかね、あんまり人気ないんですよ、はいだからその時はバルムンクを波動砲にしてバリア波動砲をバリア弾としてミサイルにしようかって話になってたんですけど、ちょっとバリア波動砲も改良しました。使いにくかったところははい改良してるんですけど、もうこれ結構最終調整の中のね、山場ですよ今バルムンク。だからちょっとドキッとしましたよ。もううなされてますからバルムンクそこつきますかって感じですね。いろいろご提案ね、ありがとうございます。はい、いっそのこと波動を唱えて次のミサイルを充電されるようにしてみて、ゆっくりちょっと拝見したいですね。ください、今ではす、今くださいよ今やったら僕入れれるんですよ。パウから補給でボムのような感じとか。ああそうですよね、それがイメージですよね多分ね、タクティクスのパウからだから補給機一緒に行かないといけないんで、そうですよ。スティック押し込みとか切れ替え、いいですね、みんな優しいな。いろいろねごスペシ提ャルウェ案いただポン枠いて、はい書いといてください。僕はいちょっとまたいっぱいいただいたので後ほどゆっくり確認させていただきますので、今日は寝れそうです。ありがとうはい頭がね悩まないそうです。ありがとう。もっと早相談したらよかったな。確かにな。それだったら。それはそうですわ。ありがとうございます。はい。でちょっと他にも質問いただいてますので次の質問なんですけれども、R タイプファイナル2ではファイナルのステージ開始時に表示されていたような短い文章はあるのでしょうか。短い文章の中で R タイプの終末的な世界観が的確に表現されていて大好きです。で具体的な例として、バイドとは人類の生み出した悪夢、冷めることのない悪夢、バイドとは回収されたテープレコーダーよりみたいなやつとのことですね。でもし可能であればこのような文章を追加していただければすごく嬉しいですということでいただいております。あれそうなんや。好きな人いてくれてたんや。僕ね、あんまり評判良くなかったんですよ、印象では。はい、なるほど。開発中から、ステージ1入るときに、はい海鳥たちに挨拶をしたって書いてかっこいいですけどね回収されたボイスレコーダー、いろんな出典があって、はいステージごとにはいいろんな書物の引用みたいな体裁ではいそのポエムと社内では言われてましたけど、書いてたのステージ開始時に。でなんか弾いてたりするんであんまり良くないのかなと思って今回入れてないんですけどね。なんと、ちょっとコメント欄ではここお好きだとおっしゃってくださる声が。そうなんだもっと早く言ってくださいよみたいな。もう結構ねそうか入れたらよかったな。入ってないですね。でも嬉しいですね。あれ読んでくれてる人いるんですね。ありがとうございます。はいでは、次のご質問ですが、グランゼーラは現在 R タイプの版権を所有しているので R タイプタクティクスシリーズについても版権を所有していると考えています。 R タイプタクティクス1、2の再版や R タイプタクティクス3の開発を手掛ける予定もしくは意向はありますでしょうか。できるにせよできないにせよ明言していただけると嬉しいです。で最後 R タイプファイナル2の売上次第ということなら布教頑張りますということでいただいております。ありがとうございます。布
今日は頑張っていただくとすごい助かるんでそこだけちゃっかり取り上げないでください。思います。そこは本当です、ありがとうただございます。ちょっと一お願いいたします部ちょっと訂正させていただくとですね、R タイプの版権はアイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社にあります。そうなんです。はい。でアイレムに協力してもらってこのファイナル2をグランゼーラが作れるっていう、はい図式なので、そこは誤解なきよはい。うということですね。でタクティクスのね移植とか、タクティクス2のね DLC も配信しきれてないままになってたりするんで、はい。R タイプタクティクス2すごく自分自身も何十年もって言ってたんですけど、何十年もゲーム作ってる中ですごい愛着があるんで出したいなとは思ってるんですけど、ちょっと明言はちょっと今は難しいですね。はい出したい気持ちはあるけど、ちょっと皆さんの方でなんていうのかな、こうタクティクス2を盛り上げていただくと私もちょっといろんな承認とかが取りやすくなりますので、そうですねはい。もちろんファイナル2が売れてくれるとそうですね。私もこう立場がちょっと強くなる。今もう人事部にもこうすごくそんなことない圧迫されてる中でですね、こうぜひともですね私に清き一票皆さんいただいてですね、タクティクス2、3といけるようにと思ってますんで、これちょっとね明言してもらえるとっていうけど、できないっていう明言もしたくないから、はい可能性としてはねあるので、はい。だから逆にですね、この番組来月も再来月もあるんであれば、ちょっと毎月この質問送ってもらえませんかね。そのうちうっかり言ってしまう、明言しちゃうあるかもみたいな。時質問に対する回答が変わる日がですねやってくるかもしれないと。はい、なのでぜひこれでもファイナル2の質問じゃないじゃないですか。これタあクティ、おクス2気づきになりましたか。はい、そうなんです。質問ですタクティクスに関する質問と。すごいですね。なんか油断ならないです、はい。これは誰が選んでるんですか、そもそも質問。皆さんがお聞きになりたいだろうなっていうものを、なるほど。はい、社内でそうなんです検討して選んでおります。はい。はい。わかりました。では、重大ニュース最後の14番目を飾り14番目何？ます。はい。なんかありましたっけ？来年は対立激化必至、動画配信チャンネルの対立ということで、グランゼラ内で動画配信の覇権をかけて2つのチャンネルが争っていたと。何神妙な語りで言ってる。これただの内輪もめでしょ。いや、揉めてはないですね。これグランゼーラ内に2個 YouTube チャンネルがあって仲が悪いっていうだけの話じゃないですか。別に仲悪くないですよ。ちなみにですけど、今日今私どもがこうやってライブ配信をさせていただいているのは公式チャンネルのグランゼーラインクになるんですけれども、この我々の配信の裏という言い方はちょっとあれかもしれないんですけども、裏の方でグランゼーラ TV なるチャンネルがどうも暗躍しているということのようですね。僕どっちかっていうとね、グランゼーラ TV 側の人間そうなんですか。ですよ。グランゼーラあれ TV 非が公式なんですか？非公式いえいえ、公式ではありますけれども、でもねあれなんですよ。グランゼーラインクのチャンネルはね、なんていうのかな、言論統制みたいなのあるじゃないですか。こうアーカイブに残らないとかね、そういうのに反旗を翻した人々が火星都市グランゼーラで放棄してグランゼーラ TV を立ち上げた、グランゼーラ革命軍として立ち上げたっていう設定ですよね。設定、はい。で僕はグランゼーラ TV 側の人間なんですよ。けどエロ漫画×事件以来、そうですね。ちょっとグランゼーラ革命 TV 軍側のチャンネルははい、一部こう封鎖状態そうですね。あれからちょっと一本も動画が上がってないとは伺っておりますね。はい。でもうちは揉めですよこれ。いえいえ、揉めてるかどうかは別として、14番目にするかっていういやオールタイプファイナル2 14番目にしてくれよって今僕言うことでもないですけどね。ああそうか、そうですよね。わかりました。でもわかりましたよ。グランゼーラインクもグランゼーラ TV もですね、はい両チャンネルとも今後も配信動画いろいろ
アップさせていただきますので、ぜひ皆様ご覧いただければと思います。グランゼラ TV はね、はい上げれない動画を上げようっていうことを夏改めて誓いましたよ、メンバーで。我々の存在価値は何だっていう話になって、もうその上げれない、公式で上げれない開発途中のものをどんどん上げようっていう。でその中でじゃあまずエロ漫画描けるだって言って上げた途端ですけどね。上げた途端に動画投稿が止まるという、恐ろしい。何ですかね、何かあったのか気になるところですけれども、連合軍が押されてますね。はい、わかりました。じゃあ、対立激化必至ということでちょっと来年またお楽しみに。何のことやと。はい、終わりですね。はいということで、はい、グランゼーラの2020年を振り返ちょっとって質問にもっと答はい参りましたがえた方がいいですかね。はいないですかね。大丈夫ですか。はい。はい太陽系解放同盟ね。ほら、太陽もう通な人います。第三勢力ですよね。でこちら、ずっこけ革命戦士たちの奮闘日誌にて、公開させていただいておりますので、本日この私どもの、お話の中で取り上げられないものといいますか、あんまり詳しくお話しできなかったものもたくさんありますので、はい、もしご興味あればぜひ一度ご覧いただけると大変嬉しく思います。見てください。はい、はい。でですね、実はこれ以外といいますか、今日この重大ニュースの中に出てこなかったことについてもご質問いただいておりますので、そちらもちょっとご紹介させていただきたいと思います。これは今年僕らがやったことしか載せてない。あくまでやったことですので、それなんかもう嫌な予感します。差しで大体そうなんですけど、いつも謝ってるんですよ。やれてないんで、やれてないこといっぱい思い当たる。何かいただいてるんですか。はいでいただいたご質問なんですけれども、金沢独立戦線の続きまだですか、風邪をひいてしまいそうですとのことです。金沢独立戦線っていうのはグランゼーラの4コマサイトに上げてた金沢が日本政府に対して独立戦争を挑むという4コマ漫画です。4コマ漫画なんですけど、はい、確かにもう 2,3 年20何話までいってるんです。しかもね、すごいエロい回で終わってる。またエロかって言われてたけど、エロい回で終わってて、風邪ひくわな、あの格好ではっていう、はい、出るんですか。今表示できるんですか。いけると、はい、はい、これですね。はい、これで動くんですか。こっちですか。こっちですね。はい、これですね。金沢独立戦線。こういうメカ、本格的なメカが出てきます。この辺は漫画家系でこのゾイヤーっていうのは、これはR タイプファイナル2にも出てますね。ゾイヤーっていう名前じゃないと思いますけど、本格的な戦記ものですよ。だから、金沢がなんでやったかな、なんか圧政によって独立する。で石川県庁を攻めてるんですね。これ国道8号線を越えて50メートル道路を軸に越えて県庁に迫るっていう部隊と、犀川から金岩を通って金沢港から上陸を果たそうという部隊で攻撃しようと思ってる時に、小矢部方面から政府軍の援軍が来て、はい、独立軍ピンチみたいな感じで、はい、これが多分すみません、皆様非常にローカルなネタで申し訳ないんですけどはい、21話です。これがね、ここで終わってる止まってるんですよ。ちょっと肌色が多くなりYouTube にバーンされますので、ススッと戻していただいて、こういうちょっとよりによってエロい回で終わってたりするのも気になってまして、ちょっと来年はなんとかこれ私が原作っていうかセリフとかテロップとか書いてるんですけど、一応ね第1章の終わりまではあるんですよ。で漫画書いてくれてるのがザサっていう方です、はい、これはR タイプのメカデザインとか一緒にずっとやってる人間で、はい、彼と共同でやってるんですけど、どっちとも予定が合わなくてですね、2,3 年すれ違いを続けているような状態ですね。はい、
なんでまあちょっと来年は捕まえてなんとか22話を作りたいと思ってますので、はいこれあれシミュレーションゲームにしたいんですね本当はね。あー先ほどのね、図とかもすごくそうですねシミュレーションゲームっぽくて、はい僕のイメージは野々市市は中立都市になってて、なんと中立なんですね、野々市でが。航空自衛隊は小松基地から空軍ですね F15J が確実に飛んできてるっていう設定です、はい、ぜひともすいませんね本当にちょっとまた頑張ります、はい来年やることをもう一回書き出して進はいめていきますので、よろしくお願いいたします、なのでちょっと風邪をひかれないようにちょっとあったかくそうですねしていただきながら、ちょっともうしばらく続きをお待ちいただければと思います。はい、20話のサムネの時点でそうですよね21話の4コマ目よりも20話目のサムネイルがもうあかんですよね言ってますよね、はいまあ、これでも真面目な戦記ものですよ言ってきますけどそうですね、はいはいぜひ読んでください読んでください21話までしかないですけど読んでくださいはいはいということでちょっとそろそろ番組終了のお時間も近づいてまいりました。はいで今回もですねご質問たくさんいただきまして本当にありがとありがとううございございますました。これからもまあ私は選べないらしいんでどんどん送っていただくと私が答えにくいものもちゃんとスタッフが選んでくれると思いますんで、クリスマスですかクリスマスそうなんです。実は今まで取り上げておりませんでしたが、実は本日クリスマスでございます。はい。皆様クリスマスのねこんな時間にもかかわらずクリスマスにやりました遅くまでお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。ちょっとまた来年もまた頑張ってまいりますのでよろしくお願いします。もう本当には応援あっての、はいもうあれですよ会社を設立した時から何にもない会社だったんでもう応援これね綺麗事じゃなくて本当に応援でね持ってる会社ですよ。これはもう本当にずっと思いますわ。そうですねなんでもうはい支えていただいてありがとうございます。ありがとうございます来年もよろしくお願いいたします。それでは皆様どうぞ良いお年をお迎えください。はい。良いお年を。こうやるように言われてるんですけど、こんなキャラ設定じゃないんですけど、はい。来年もよろしくお願いします。来年もよろしくお願いします。はい、皆さんも手振ってくださいね。